制作陣の中で何がしたいかわからないっていうところがもしあるのであれば、最初の段階でお断りいただいた方が良かったんじゃないかなっていうのが、仕入れれる安さっていうと、我々の会社が日本一だと、商品開発をやっていきたいというところもあります。話がすみません、途中ですいません。なんか見えなくなっちゃってきたんですけど、商品開発はあくまで手段であって、商品開発しなくても広まったらいいってことですよね。商品開発に絞って話した方が早いんじゃないですか。そこの前提ひっくり返してもね、向けに開発って絶対必要なんですかね。早めにやっとかないとっていう話ですよね。スピード感で C も取っちゃうタイプのところもありますし、何のスピード感ですか。今 C 向けでやりたいけど商品がやっぱ固まってない、商品がない中で動画制作って言ってもどんなコンテンツになるのかって全然イメージ湧かないじゃないですか。それめっちゃおっしゃってることは分かるんですけど、提案内容を変える以外の対処方法それないなと思ってて、実際何したいのかっていうのが見えてこないっていう部分がオフィシャルの方が多分それぞれ全員あると思うんですよね。ゼロですって言ってここに来られるわけがないと思うんですよ。お前が言うなやって話になるかと思うんですけど、我々の事業は酪農家が抱える様々な課題をですね、ソリューションサービスというところで課題解決をさせていただいております。主にやらせていただいている事業としてはですね、公園という呼ばれる仕様の販売とですね、牛舎の建築を行っております。またですね、バックオフィス面で言いますと、人材サービスやコンサルティングのサービスを行っておりまして、契約させていただいている酪農家さんからノウハウやナレッジをですね、弊社の方で蓄積させていただいて、それをですね、農家さんが課題を抱えたタイミングで還元させていただくという形で、酪農の事業の最適化を図っているというところでございます。このヒマラヤ岩塩というのは、現在ですね、地球上で最高の塩と呼ばれているものになります。40億年前のですね、海水が長い年月をかけて結晶化していって、塩化ナトリウムという NaCl だけではなくて、多くのミネラルを含有しており、約80種類ぐらいのミネラルがこの中に入っております。今回ですね、オフィサーの皆様にご提案させていただきたい内容としては、岩塩のですね、2C 販売の商品開発をですね、共に協業していただける企業様を、業務提携させていただきたいというふうに考えております。そもそもですね、このヒマラヤ岩塩はとても高品質な塩でありますけども、我々はヒマラヤから安定的に塩を流通させる仕組みがある一方で、まだですね、酪農用に限ってしまっていると。これをですね、多くの皆さん、そして消費者の皆さんに届けていきたいというところでですね、今回ぜひ皆さんと協業させていただきたいというふうに考えております。その塩を使って商品開発していこうと思った時に、結構岩塩を使った商品自体っていうのは世の中にたくさんあるのかなと思っていて、新たにじゃあ市場に商品を投下していこうと思うと、御社のならではの何か強みがないといけないかなと思うんですけど、その辺って何かあられたりするんでしょうか。我々の強みといたしましては、主に2つあるかな。まずは価格面だと思います。我々はですね、自信持ってですね、日本で一番安くヒマラヤ岩塩を仕入れれる、商社だというふうに自負しておりますので、そういった価格面でですね、今まで手の届かなかった層にですね、割とミドル層だったりにも手に届く範囲の価格で商品開発することも可能なのかなというふうに考えているのが一つあります。でもう一つはですね、ヒマラヤ岩塩自体を様々な形にオーダーカットできるというところが我々の強みだと思っておりまして、他の他社さんのところを見てみますと、例えば粒の塩とかはたくさん売っているけれども、なんかブロック状っていうのはあまり見られないかったりするかなというふうに思いますし、我々であればですね、フルオーダーでカットをして納品させていただくことが可能であると同時に、先ほど言わせていただいた安価に提供できるというのがストロングポイントで、競合できる部分になるかなというふうに考えております。オーダーメイドでカットできるっていうところ、どう商品に生かしていくかっていうのがあんまちょっとイメージがついてなくて、例えば食用だったら粉々にするだけなのかなとかって思っちゃいます。バスソルトでもそうだと思うんですけど、はい、具体的にどんな商品があるとかってあられますか？例えばですね、インテリアみたいな形で言いますと、電球の中に岩塩を入れて、岩塩を照らして、オレンジがかった光を演出するっていうことも可能であったり、プレートサイズがいいっていうところだと、事業者さんで今ちょっとお話進んでるんですけど、塩のサウナというところで岩塩をテーマにしたサウナをプロモーションされている企業さんもあったりするので、今までありそうでなかった商品っていうところが我々に作れるかなというところでございます。
もちろん食用にすることもできるっていう。もちろん、はい。日本では結構食卓の塩といえば、白い塩が多く、ヨーロッパだったりとか、こちら、岩塩が取れる、ヒマラヤあたりだと、テーブルソルトといえば、このヒマラヤの岩塩だったりとか、他の地域で取れた岩塩というのが結構一般的であるというのが、事実である。普通の焼き塩とかと比べて、全然そのミネラルとかの量も違うんですか？ 97% ぐらいは NaCl で出ているんですけど、80種類入っているっていうところは、このヒマラヤ岩塩の強みになるかなというふうに思っています。ちなみに何を食べるのが一番美味しいんですか？僕は個人的に牛タンだったりとか、牛タン。焼肉大好きなので、その塩をペロペロ舐めた牛のタンをその塩で食べる。結構かなり理想的にできるかな。そういうふるさと納税あったりしても面白いかな面白いですね。と思いますし、ちょっと自分からも質問いいですか？ちょっと前提の確認で申し訳ないんですけど、このオファーで、岩塩の 2C 向けの商品開発を共同で行っていただける企業、業務提携ってとこだと思うんですけど、なんかそもそも御社って酪農家の抱える課題を解決するためにいろいろ展開していくっていう前提で、その一個にその岩塩のビジネスがあるのかなと思ってて、今回は岩塩だけでいいんですか？それともそれ以外のビジネスに関してもなんか業務提携とかできるんだったらしていきたいっていう方向なのか、岩塩だけに絞っているのかっていうのが知りたかったです。基本的に今回ですね、岩塩っていうところにフォーカスを置いて協業させていただきたいというところではあるんですけども、一方で酪農業界も、課題は山積しておりまして、酪農という切り口でもお話があればですね、ちょっと聞いてみたいかなというところが正直な感想でございます。このヒマラヤの岩塩を安く手に入れられるっていうのが御社の強みであるっていうのは分かったんですけど、これっていうのは日本で御社だけの強みなのか、それとも何社かあるうちの一社ではあるのかっていうのがちょっと気になりました。仕入れれる安さっていうと、我々の会社が日本一だと自負しております。ヒマラヤ岩塩を輸入する会社は、日本中たくさんありまして、例えば5大商社もヒマラヤ岩塩を輸入して販売したり、他国に輸出して販売したりというのもやっているんですけれども、我々の独自のルートを使うことによってかなり安く仕入れれるというところが強みで。別に価格がリーズナブルだからといって品質が落ちるってわけではない。そうですね。品質は他社さんと全く同じレベルで。御社はヒマラヤ岩塩を使った商品開発を協業したいのか、会社としての売り上げを伸ばしていきたいのか、どっちなんですか？我々としてはですね、売り上げを伸ばしていきたいっていうのはもちろんなんですけれども、酪農用だけで今まで我々で小さく実はやっていたんですけども、大変好評いただいて、もっと商品開発してよだったりとか、例えば業務提携を結ばせていただいた販売代理店さんなどから、こういう商品うちで開発してみたいっていうのはニーズとしてあったんですけど、なかなか踏み込めていなかったっていう領域であったので、ご意見をいただきながらですね、商品開発をやっていきたいというところもあります。今その塩で酪農産用に販売されているってことだと思うんですけど、一般の方とはそれは変えたりはするんですか？基本的には今は 2B のみで販売をさせていただいておりまして、今販売できるミニマムロットが100キロであったりとか、何キロ単位とかになってしまうので、やっぱり一般の消費者さんではさばききれないというところであるので、単位を買っていただける方に限定されてしまうんですけれども、メーカーさんとご一緒できれば少しずつ小分けしたりとかしながら一般消費者の方に販売できるというところがあったので、今回そのオファーさせていただいたというところでございます。それって何キロなんですか？これ5キロです。ちょっと持ってみて。これ5キロ、いやその大きさで5キロなんですね。商品開発っていうのも定義が曖昧かなと思っていて、アイデアが欲しいっていう話なのか、具体的に我々が持っている何か技術だったりとかノウハウを提供してっていう話でいうと、どういったイメージがベストですか？イメージといたしましては、我々がとにかく安く岩塩を仕入れていきますので、商品開発を下ろさせていただいてやるという形もそうですし、ジョイレンみたいな形で作らせていただくっていうのが一個の形かなというふうに思っております。それなんか話がすみません、途中ですみません。なんか見えなくなっちゃってきたんですけど、その商品開発をしてこの岩塩を広めたいってこと、売り上げはそんな伸ばすつもりなんですけど、そこじゃないみたいなお話で知ったよね。はい、商品開発はあくまで手段であって、ヒマラヤ岩塩を広めたいっていう、思いがあるってことですよね。で、商品開発しなくても広まったらいいってことですよね。そうですね。商品開発に絞って話した方が早いんじゃないですか？
そこの前提ひっくり返してもね、その一番安いっていうお話だったので、今日本で一番流通しているのって普通の塩じゃないですか、はい。それと比べて、同じグラムにしたとしたらやっぱそっちの方が高いんですか？あ、そうですね。卸値で言えば、例えば 100g とかであれば、10円だったりとか、5円ぐらい変わる程度で販売することは可能です。ってことなんですよね、はいでもその日本で流通している普通の塩とそのヒマラヤ岩塩だったらちょっと分かんないですけど栄養素みたいなもんで全然違うんですか？そうですね。はい、ですよね、その新たなその商品開発するよりもそっくりそのまま普通の塩で5円か10円変わるぐらいだったらそれでいった方が早いんじゃないんですかね。栄養素も高いってことで伝わってます？ちょっと、ごめんなさい、頭が悪くて。ちょっと僕の説明の仕方が悪いかもしれないですね。ちょっと今その日本で流通している普通の塩、多分どこの食卓にもあると思いますけど、それと同じグラム数だとちょっと高くなるけどそんな変わらないと。でも栄養素はそっちの方がすごく高いってお話なんですよね。じゃあその新たに今世の中にないその商品作るよりも今ある塩をそっくり入れ替える方がもう世の中にそのヒマラヤ岩塩が流通する一番手っ取り早い方法なんじゃないんですかね。家のどこにもあるわけじゃないですか、普通の塩って。白い塩って。それをオレンジですかねの塩にもう変える努力をしたらいいんじゃないですかね。一般的に食卓の塩としてもう流通させた方がいいよねっていう。すみません、そうです。すみません。回りくどくて。いやいや、大丈夫です。ありがとうございます。ちょっと高いぐらいですけども、栄養素は格段に高いんですよね。はい。それで言いますと、我々やっぱりまだ零細企業というか、まだまだスタートアップで始めたての企業というところもありまして、なかなかリソースっていうのがないっていうところもありまして、ぜひこう協業させていただくことで加速度的に伸びるっていうことも考えられると思うんですね。例えばマーケティングの知識があったりとか、流通の分野に詳しい方がいらっしゃれば、ウェブの力だったりとか、マーケティングの力で伸ばしていくってこともできるんじゃないかというふうに考えています。ちょっと自分からオファーさせていただきたいんですけど、自分がその先ほどアプリ開発の授業をやってるって言ってたんだと思うんですけど、それに伴ってウェブマーケとか、広告とかそっち系もかなりやっているので、具体的な商品の提案っていう形ではないんですけど、もし商品ができてきたら、EC サイトの構築とかもできますし、ウェブマーケ広告周りの運用っていうのもできるので、ぜひお力添えさせていただきたいなと思いました。石井さん、今ご提案いただいたマーケの話は、はい、商品開発ができた後の話。そうですね。ちょっとそれしかなくてすいません。一応課題感としては商品開発までのところですよね。はい。商品開発向けのオファーご提案みたいなのの方が多分いいのかなとは思うんですけど、だとしたらまだあれですよね、もうちょっと深掘らないといい。そうですね。なんか売り方困ってるみたいな話はわけわかんないっておっしゃったんでいいかなと思ったんですけど、なんか前提のこれをじゃあどうするかみたいなところ話ぶれすぎてて、この商品をどうブランディングしていくかとか、どう強みを生かして C 向けに販売していくかっていうところにもう一気化して多分会話していかないと、どちらかって商品開発してくれる会社を探してたんですよね。そうですね。はい。もうそこなんですよね。はい。C 向けに開発って絶対必要なんですかね。絶対 C じゃなきゃダメな理由みたいなのってというのはないんですけど、一般的に人向けだったりとかっていうところで、C っていうふうに伝えさせていただいたっていうところ。B 向けだとトップラインがもうある程度見えちゃってるってことですよね。そうですね。酪農用だと結構もう市場規模として見えてるので。なるほど。だから C でトップラインを上げていくための手段を早めにやっとかないとっていう話ですよね。スピード感でC も取っちゃうタイプっていうところもありますし。何のスピード感ですか？例えばいろんなメーカーさんいらっしゃると思うので、例えば公園部分っていうところとかを、もう他社さんが参入できないぐらい早く取ることができたら、強いところがあるかなと。今って商品開発ができるかしか多分お話ができないと思うので、ここで番組からの指摘が入る。プレゼンターの希望を考慮した場合、商品開発できることが前提の内容となっていくため、プレゼンターが既存で行っている企業や酪農家向けに販売・卸をしていく意味での B 向けではなく、商品開発を行ってくれる企業、いわゆる B への営業や施策について話をした方が良いのではという趣旨の提案が入った。でもぶっちゃけ多分 B 向けはもうコスト的にかなり優位性あるんで、はい、普通にやっていけば勝てるっていうふうに算段がもうあるんですよね。弊社の中ではB 向けでは進めていくことは全然できると思っていて、でそれがもうある程度どれくらいにいくらぐらい経つかっていうのも見えてて、だから早めに 2C 向けのやつを仕込んでおかないと
5年後10年後のトップラインを見た時に多分やばいことになるよねっていうので早めに C 向けにやっておきたいってことですよね。ただ、5年後10年後っていうところで、今回この60分間の話っていうところでいくと、今 C 向けでやりたいけど商品がやっぱ固まってないっていうところで、そのブランディングもあやふやっていうところで、何話していいかわからないというか、もう広がらないっていう部分が多分一番あると思うんですよね。の中で、結局は開発できるかできないか、人がいるかいないかみたいな感じの、今ずっと話し合いになってきて、どんどん多分狭まってるので、 B 向けはもうコスト的にかなり優位性あるんで、多分もう草の根活動的にやっていけば勝てるっていう戦略で、そんなにプロモーションとかにお金かける必要ないですもんね。そうですね。例えば、その B2B の販売代行みたいなのが、とかだったらちょっと別だと思うんですけど、2B の販売なんて今多分知り合いを紹介します、もしくは営業代行しますぐらいしかないじゃないですか。ギリギリウェブマーケもできなくはないけど多分いらないと思うんで、 B だったら僕こういう提案できますっていう話の広げ方ができるので、偉そうなちょっと回答になって申し訳ないんですけども、ご自身がどうされたいのかっていうのかがあんまり正直見えない。ただそのメリットが安価っていうお話しかなかったので、それプラスアルファのどういうメリットがあるのかなっていうのがちょっと見えてこなかったんです。明日すぐに契約できる内容じゃないとダメだよねってことですか？チャンネルの趣旨とあんまり合ってなかったんじゃないかなとは思うので、